皆さんこんにちは、そらです。YouTube を始めてからね、だいたい1ヶ月ぐらい経ったので、今日はその1ヶ月経って感じたこととか、自分の変化だったり、そういうことについてお話をしていきます。正確に言うとね、1ヶ月半とか2ヶ月までいかないぐらいなんですけれども、ちゃんとやろうっていう風に気持ちになってからがね、ちょうど1ヶ月ぐらい経つかなって思うので、1ヶ月のくくりっていうことでお話をしていきます。で、1ヶ月経った現在の、チャンネル登録者数は35人です。で、これが多いか少ないかで言ったら、どうなんでしょうかね。多い方ではないですよね。どっちかというと少ない方なんじゃないのかなって思います。なので登録してくださってる方本当にありがとうございます。YouTube をなりわいとしてね、その戦略的にやろうとかしているって人の中では少ないと思うんですけれども、内容も内容だったりするし、やりたいようにやってるから、こんなもんなのかなっていう気持ちもね、正直あります。ただね、せっかくやるんだったらっていうことで、目標もね、1000人を掲げてやっていますし、あとはどうやったら伸びるのかっていうのをね、考えることも好きなのでね、そことは自分の方向性っていうのを折り合いをつけながらやっていきたいなって思います。方向性って言ったら大げさな話になるんですけれども、やっぱりストレスなくやるってことも私の中ではすごく大事なことなので、それをね、大事にしてやっていきたいなって思います。YouTube を始めたことで自分の中に起きた変化としてはね、大きく2つありました。1つ目は、メンタル面がだいぶ落ち着いたこと。私はね、最初の方っていうのは、HSP 云々置いといて、うつ状態が悪化をしていてね、結構大変な状態だったんですよ。本当にね、ベッドとトイレだけを行き来して、たまにキッチンで水を飲むっていう日もあったくらいで、動くために撮影をしていたっていう日もあるぐらいです。動くための撮影ってどういうことって思うと思うんですけど、私はカメラってね、基本的にインカメラで撮影をしているので、自分が映る状態なんですよね。そうすると、自分が映ってるから、じゃあ動くかみたいになることも結構あったりして、これ結構心理的に何らかの効果があるんじゃないのかなって私は思うんですけど、そこからね、片付けするときとか嫌なことやるときとかね、結構インカメラで自分を撮りながらやるようにしてます。結構ね、頑張るぞっていう気になるんですよね。これは科学的な理由があるんでしょうか？わかりませんけれども。で、私の動画スタイルが、スタイルって言ったらね、ラップみたいでおかしいんですけれども、基本的に一人でね、パーって喋るっていう風に撮らせてもらっているんですが、これもしかして私一人で喋るのっていうのは、これ何かメンタル的にいいんじゃないのかなと思って調べたんですよね。そうしたら独り言が多いっていうのは、病気だとか精神的に不安が多いっていう風に書いてあったりして、嘘ってなったんですけど、ただいろいろ調べてみたら、独り言自体っていうのは、精神的に落ち着いたり、ストレス解消にはなるみたいなんですよね。やっぱり自分の声を聞くっていう安心感っていうのがね、あるみたいです。ただそれが多すぎちゃうと、その病気だったり、また精神的な不安が多すぎるっていう状態だったりするので、だから結果論ですよね。私もさすがに一人で喋り続けるっていうのは抵抗があって、もちろん他の人を不安からせるような、例えば公共の場で独り言を喋り倒すとか、そういうことはね、一切やってないんです。で、さすがにストレス解消とはいえ、無目的にただ何もない空間に向かって喋り続けるっていうのは、それはちょっと鏡の中の自分に喋りかけてるみたいで、ちょっとずっとやってたら頭おかしくなってきそうじゃないですか。たとえストレス解消になるとしても。YouTube を隠れみようにしているわけじゃないんですけれども、YouTube に投稿しようと思って喋ってるから、自分の中でね、納得感もあるし、おかしなストレスなく話しているから、その独り言の悪い面の影響を受けずに、いい面だけの影響を受けているような気がします。感情に限らずね、悪いものとかっていうのはね、出していくっていうことがね、すごく大事だと思います。家のゴミだったり、そういう体の排泄関係のものだったりとか、他人に喋るとか、独り言を言うとか、文章に書き出すとか、それを公の場に出すか出さないかっていうのは別に、どちらでもいいと思うんですけれども、何かね、そういう悪いものを出していくっていうのはすごく大事な作業だなっていうのをね、感じます。で、変化の2つ目としては、やりたいことが出てきました。特に私は最初の頃はね、さっきも言った通りね、うつ状態で結構ひどい気分の落ち込みの状態が続いてたってこともあってね、もう本当に毎日楽しくなくって、楽しみの予定もないし、時間を潰すだけでね、だけど時間も潰れないみたいなね、そういう本当に辛い日々を過ごしていたんですよね。やりたいこともないし、だから目標もないし、本当にね、つまんない日々を送ってました。ドラマのね、翌週が楽しみとか、そんくらいだったかな、楽しみなことといえば。だけど今は結構ね、けど今はその YouTube とか就職活動とか転職活動とかのことについて限らず結構いろんなやりたいことっていうのがポンポン出てきていて、ただこれは自分の悪いところなんでいろんなことをやり散らかして全部中途半端にしてしまうってことがあって、またそれが自己嫌悪につながったりもするので、あんまり出てきても全部やろうとは思わないんですけど、ただ心にね、いろいろね、これ面白そうだなとか、興味あるなとか、どういうことだろうとか調べてみようっていうのがポンポン浮かぶっていうのはね、私は結構楽しい状態なので、結構いい状態なのかなって思ってます。
で、今朝はね、ハリガネムシっていうね、カマキリのお腹にね、寄生する虫がいるんですけれども、そのことが気になってね、すごい調べまくってました。あとはね、HSP の特に HSS 型 HSP に関する本をね、昨日ね、2冊ね、ポチったんですよ。昨日ポチったのにね、もう今日届くっていうね、Amazon プライム素晴らしいなーって改めて思ったんですけど、そういう本も買ったので、そういう本とかね、いろいろ勉強しながらね、発信もしていけたらいいなーって思ってます。HSS 型 HSP 特化のね、本なので、結構面白いんじゃないのかなって思います。で、やりたいことっていうか、頑張りたい欲なんですけど、今ね、その見た目というかね、体型に対してもね、頑張りたい欲っていうのがすごい出てきて、生活ってやっぱり体型に出るじゃないですか。そういう見た目に関しても、もうどうでもいいじゃんって思ってた時もあるんだけど、今はやっぱり夏に向けて、もっと引き締めたいし、そういう体になってくる方がやっぱ自信にも持てるかなって思うので、ダイエットをね、頑張ろうかなっていう気持ちになってます。ただ私はね、結構ダイエットを頑張りすぎちゃうっていう悪いところもあって、結構1日ね、1食とかね、そういう断食をしてて、生理がね、数ヶ月止まっちゃったってことも過去にあったりはするので、基本的には筋トレもね、メインにね、やっていこうかなって思ってます。それで、冒頭のうつ状態の時じゃないんですけど、やっぱ取られてるとちょっと人間頑張ろうかなっていう気持ちになったりするので、結構動いてるところとかを動画に撮ったりとかしながらね、無理なくね、ダイエットをしていこうかなって思います。で、これはね、完全にいらない情報だと思うんですけど、動画投稿っていうのは結構自分のモチベーションになっているので、モチベーションっていうか、日課か日課になっているので、それに合わせて概要欄に体重とか、あとはやった筋トレとかをね、書いていこうかなって思います。やっぱり見られてるとちょっと頑張ろうっていう気持ちになるので、なんで、結構未来に向けていろいろ明るい気持ちになれているので、これはすごくいいことだなって思います。もちろんね、誰にでも勧めるようなことじゃないんですけれども、私はこういうね、いい変化があったので、これからもね、動画投稿を続けていきたいなって思ってます。その上でね、皆さんからの高評価やチャンネル登録、あとはね、コメント、これはすっごく励みになります。本当にいつもありがとうございます。1ヶ月目の変化って言ってるのはこんな感じだったんですけど、2ヶ月目とか3ヶ月目とかもっと先とかになって、もっといいね、もっとより良い自分で入れたらいいなって思うので、ぜひね、見守っていただけたらなって思います。じゃあ今日はそんな感じです。バイバーイ。